本当は120兆しかないのに、1200兆円あることになってる。これを通帳バブルと呼んでるんですよ。お父さん、はい。もう今年も残すところ半分ね。うん。上半期ね。下半期という。下半期に突入しますけれども。ね、上半期終わって下半期いきますね。皆さんね、たくさん不安があると思うんですけど、特に経済のことだったりとか。だからその上半期はね、経済面もまあ大変だったけども、まあ、まずはその、あれだね、天地災害がね、そうですね。大変だったね。元日から始まり。もう本当にご苦労様でした、本当にね。今度逆に下半期はね、ちょっと経済がいろんなこと起きるかなっていう気はするよね。円安が止まらないもんね。本当ですね。まあ上下しますけども、どれぐらいいくと思う ?1 ドル。200円はもういくのかなっていきますね。いうのはありますよね。円安ってのは要は円が売られてる状態、ね、世の中であんまりこのお金いらないよって世界中で言われてる状況が、まあ円安ですね。円が欲しいよっていうのが円高になるんですけども、これはでもすごく非常に難しい問題だからね、政府の問題も国の問題もあるから、僕もちょっとその説明が難しいけど、あやねさんとかしょうこさんが分かりやすく説明をしますが、例えばですよ、国にお金がないってなった時に、お金はすればいいじゃん。麻生さんが、そりゃいいんじゃんって言ってたよね。でもそれ、するっていうのをね、そこみんなちょっと勘違いしてるのを一個言えばね、よくお金作ってるのはみんな日銀だと思ってるんですよ。日銀がね、日本銀行がお金を作ってると思ってますが、違うの。お金は国が作るんですよ。ね。で、例えばそこで1000兆作ったとしたら、そのお金はどこに行くかっていうと、当然どっかに入れなきゃいけないから、日本銀行に入れるわけです。そしたら日本銀行に入った瞬間に、日本銀行は1000兆円の借金を持つことになるんです。そういうことですね。国から。そしたら何が起きるかというと、日本銀行って実は株式会社なので、その借金に対してのまた、プラスにしなきゃいけないでしょ。っていうことがあるから、まあ簡単にすれないっていうか、もっと言ってしまえば、今の国の政策として、すったお金を出さないっていう実は流れがあるの知ってる？あ、そうなんだ。知らない。だって皆さん銀行にも行ったら、お金例えば、下ろすときに200万、300万って例えば下ろそうとしたら、簡単に下ろさなくなる。下ろせませんよね。何に使うのとか。ああ、そうですね。特に300万ぐらいからになるともういろいろね。書かされたりとかいろんなことをするじゃない？それは何かっていうと、国の今の政策として間違いなく、紙幣としてのお金を下ろさせないっていう方向に向かっているわけですよ。もちろん、それはオレオレ詐欺がどうとかね、いろんなこと言いますが、若い人たちが言っても下ろさせないわけだから、それオレオレ詐欺とは関係ないよね。いろんな事故事件があるからって言い方しますけども、基本的には国の政策としてこれは間違いなく、財務省を含めてね、銀行に対して、そういう大きいお金をね、簡単に下ろさせるんだって話になってる。じゃあ、ここまで話を整理しましたが、じゃあもう一個言うとね、例えば、正しい数字は別としてよ。日本のすべての銀行金融機関に1200兆円のお金が預けられているとします。で、銀行にはもちろん金庫がありますね。その金庫も全部含めて、一体いくらの本当の現金があるかわかる。1200兆に対して。1200兆に対して。はい。例えばね、1200兆の通帳残高がみんながあるとして、で、すべての銀行の金庫に1200兆の紙幣があれば、いつでもどうぞっていうことだ。120兆しかありません。これね、どういうことかっていうと、昔バブルってあったでしょ。土地の値段がどんどん上がっていって、で、100万円しかしない土地が、例えば3000万とかで取引されていって、それって100万円の価値しかないけど、いずれ上がるよねっていう信用で上がったでしょ。これをバブルって言うんだけど、それをニューヨークのプラザ合意で話し合いをして、そんなのおかしいでしょ。やめてくださいっていうことで、プラザ合意っていうのをやって、総量規制っていうのを引いて、100万の土地に対して何掛けが正しいよ。3000万おかしいでしょって銀行の方が法律上区切られてしまった。その瞬間にバブルが飛んだじゃん。つまり今まで3000万価値があると思って3000万借りてたのが、あとこれ150万しか価値ないから、残りの2000何百万返してちょうだいっていう話になったわけです。これがいわゆる土地建物のバブルだ。
で、今はそれはもうないんですよ。ないけど、なんか通帳の話って似てない？そうだね。120兆しかないのに、1200兆の取引をさせてる。なんで成り立ってるか面白い。数字上の話しか動かないから。だから銀行は下ろさせないわけです。だから実際にじゃあ、もっとじゃあ頂戴点だったらすらなきゃいけない。そのお金は日本銀行からしかお金はもらえないわけでしょ。すらなきゃいけないじゃん。そしてその分、借金になるんですよ。ってことは、本当は120兆しかないのに、1200兆円あることになってる。これを通帳バブルと呼んでるんですよ。だから、円安していかないと、お金の価値が釣り合わなくなってくるから、円安を起こしてるのかなってことも勘ぐりたくなるよね。なるほど。だからそうやって考えたら、まあ日本だけ被害者みたいになって、今円安ってなってるけど、本当にそうなのって。そもそも自国の問題の。自国の問題であり、円安に振っていくっていうのは、一応形上は日銀が、隠れて、いろいろお金入れたり、いろんなことしますけど、でも僕は円安になって助かってるよね。みんな逆に。日本は。日銀はもっと言ってしまえば、助かってるんですよ。で、それが、もし、1ドル、1000円とかになったら、一気に借金は、円安が進んで、お金の価値が下がるので、っていうことになってくるよね。どっかで120兆しかないお金が1200兆あることになって公共事業やったりとかいろんなことをして、実は国は変えてきたんだけど、本当のお金の価値って要は資産、要は労働力とか、例えば売り物とか作ってるものとか、そういうことで計算していくので、実際の数字で見ると10分の1しか力がないのに10倍分のことをしてきたってことだよね、日本はね。それが今ちょっと無理が来てる。でも実際はそれは国民がお金として持ってるから、いやいや棒引きないでしょっていう話になってるわけだよね。そうこうするうちに来月新紙幣が出たりとか、いろんなことで今国が政策を始めてる。でね、今後気をつけなきゃいけないのは税金が私たちが知らないところでどんどん決まっていくように。そうなんですよ。今、現在もね、いろいろ決まってるのにニュースに出てこないしね。増税してますね。有料サイトでしか読めないですね。ヤフーとかいろいろな Google とかで出てくるような一般記事には、多分載せるなっていう空気があるかもしれないね。触れちゃいけない、あるから、メディアってこれ触れちゃいけないよってことが暗黙にもうみんなあるので、そのことは触れないようにしてるよね。ただ有料サイトってまたちょっと違うメディアなので、そういうところで見ると、書いてますよ。はっきりとね。だって急にね、10万給付もなくなって、申告するともらえるよみたいなのに変えてるけど、それもちゃんと調べないとわからないから、誰ももらえないよね。携帯電話の解約みたいなもんだよね。それ。ややこしくしていって、途中で諦めて、もう解約いいや、みたいな。っていう感じ。ごめんなさいね、携帯行くのに。でも事実ですから。それはね、そういうふうに、だからなんだろうな、ごまかしてる部分もたくさんあるかもしれないね。私たちはどうしていけばいいんですか、この今の生活を守るために。大きな流れとして円安は止められないし、大きな流れとして増税も止められない。そうですよね。で、日本人である以上ね、じゃあ他の国の方がいいのかというと、他の国はもっとダメなんですよ。経済もね、食料問題もいろいろことを考えていけば。そしたらこの中にいながら、当然これからね、例えば、そうね、広島のほら、石丸市長とか辞めて、都知事選なんか今狙おうとしてるでしょ。あれなんかすごくいい流れで、みんなが本当にね、地方の人たちが中央に集まってきて、中央から変えないと地方が変わらないってことをやっと気がつき始めてるから、逆にそういう若い力、若い政治力のパイオニアの人たちをみんなで支えていくってこと大事ですね。石丸さんなんかすごくいいんじゃないですか。もう本当に首相になってほしいけどね、海外の経験もあるし、非常に頭もクレバーな人なので、あんだけね、もう利権でガチガチになった議会と戦って、それで最後は勝ってますから、勝った挙句に、広島のレベルじゃないっていうことで、自分がね、国政の方にまた行くわけだよね。ああいう人たちが出てきてね、もっとクレバーに、もう今、ああ言えばこういうの時代だから、政治が全部そうでしょ。神戸もみんなああ言えばこういうになってるの。彼はああ言えばこういう、さらにこういうってできる人だから、
現代の坂本龍馬みたいなことができるっていうことが分かればね、若い人たちがもっと参加するし、で、みんな政治家が悪いって言ってますけど、政治家悪くないんでね。私たちが選んだのが政治家なんで、それは当然石丸さんのような人たちが出てきて、石丸さんが石丸を作ってね、みんなでこう、若い力でどんどんいろんなことを変えていくってことは僕は大事だと思うので、政治の方法から今こそ変えるってこと大事。なるほど。ホリエモンとかね、ああいう人取っちゃダメですよ。もう後ろに全部スポンサーついちゃってるから、明らかになんかスポンサーがついて喋ってるのも見え見えなの。ホリエモン。別にホリエモン嫌いじゃないよ。本人の意見じゃない。本人の意見じゃない。彼は確実にいろんなことやってる。だから自分が事業してるじゃないですか。で事業家が政治家ダメなんですよ。政治家は政治家だけやってくれなきゃいけないし、地方の人だけども、彼は明らかに自分が事業をしながら政治に関わろうとするから、それは事業と政治っていうのは一緒になっていく時代じゃないと思う。僕は。どちらかというと、政治は政治だけでちゃんと進んでいけるような体制の人たちがやっていかないと、バックにお金が流れると、どうしても難しくなると思うよ。堀江さんもね、そういう意味ではいろいろ、こう、頑張ってはいるけどね。だって今、あれでしょ、石丸さんの他だと、堀江門さんとかひろゆきさんとか、そういう人たちがまだね、メディアの SNS の中では目立ってるわけだから、もうひろゆきなんていうのはもう明らかにダメですよ。というのは彼はいわゆる社会的弱者に寄り添っているふりをしながら、そこの中でその人たちの意見に賛同しやすいようにただ喋ってるだけなんで、それはもう解決はしないですよね、彼の話は。だから本当はもっと彼も頭もクレーバーでね、堀江もそう、お互いにちゃんとその石丸さんみたいにできるはずだから、逆に石丸さんのようにね、もっとね、世の中変えたいと思うんだったら、そこに欲望を持っていった方がいいと思うよ。前田さんもそうだけどね、どんどんね。商売で行くのはわかるけど、お金持つのも限界あるんじゃないですか。そうですよね。円安もこうやってね、続いていきますがね、今後私たちもこの動画の中で、対策というかね、結局今日対策のね、話できなかったからね。本当個人からできること。ちょっと私たちも探っていかなきゃいけないよね。先ほど本当にショクさんも言ってくれたけど、どうやればいいんですかっていうことに関して、やっぱりね、答えがないよね。言ってるようにね、こう政府も税金のこととかは言わないでくださいみたいなのがあるので。ブラックボックスになっちゃってるからね。だからそこはやはりみんなで調べていくことも大事ですし、みんなでね、こういう問題にちゃんと取り組んでいく気持ちが大事なのかな。そんなふうに思います。私たち家族もね、頑張って調べて、ね、皆さんにまた共有していきますのでよろしくお願いします。